堀江がムカつく、堀江が悪いということになって、そのライブドアというビジネスと堀江がムカつくは関係ないはずなんですけど、堀江がムカつくからライブドアを潰そうぜ。自分から IT を潰してしまったっていうところが日本の経済がうまくいかない理由の一つなんですよね。アベプラで2つのバブル後政策提言は即座に理解できましたが、ひろゆきさんのインパクト表現は成田さんと同様で、そこまで示さないと何も変わらないほど日本の状態がひどいことを示しているんだと感じさしました。確かにバブル後の政府のマクロ政策というデマンド政策、サイドの政策も必要だと思いますが、それだけでなくサプライサイドから見ての R&D やいろんな技術を廃止することを阻害してきたのが、ひろゆきさんがおっしゃってた、その政策とつながっているかと思いました。僕は金融政策のせいで日本が落ちぶれたっていうのはあんまり組みしてないんですよね。で、結局その金融政策がもしあったらもっとうまくいっていたというのであれば、それなりに事業はうまくいってるけど、お金が足りなくて回らなかった事業というのがあるのかっていうところになるんですよね。で、結局日本の場合って、お金をジャブジャブ吸ったにもかかわらず、利率が上がらなかったっていう根本的問題があるんですよ。要は儲かるような産業がないので、お金を配ったとしても誰も投資をしようと思わない。要はマイナス金利というのがなぜ外したかっていうと、本来、じゃあお金貸してあげるよって言ったときに、じゃあ、ただでお金が借りれるんだったら、儲かる会社に突っ込んだら、得するじゃん。利子、配当もらえるじゃん、利息もらえるじゃんってなるんですけど、金利ゼロだよって言っても、儲かる産業がないから、お金も借りないし、投資をしないっていうのが、日本の経済が発展しなかった理由なんですよ。最近はインフレだったりとかで、利回りもそれなりについてるので、なんか、ゼロ金利だったら借りるよねっていう人は今でも多少はいると思うんですけど、なので、日本の場合って、デフレマインドがどうこうとか、なんか金融政策の問題で、経済成長が悪かったというより、成長する産業がなかったという根本的問題なんですよね。で、成長する産業がないところで、いくらなんか金利下げてお金配るよって言っても、いやいや、そんな金怖くて借りれねえよっていうので借りなかったっていうのがあるので、なので金融政策自体はあんまり関係ないんじゃないかなっていう話なんですけど、で、今回アベプラで30年前に帰って日本を、救うことができるのだったら何をしますかっていう話だったと思うんですけど、で、根本的に僕は救うのは無理だと思ってます。要は、一人の人が行って何かをできたとしても、日本全体を変えることはできないと思うんですよね。例えばじゃあ、マーク・ザッカーバーグが、Facebook を作ったマーク・ザッカーバーグが30年前に日本に行きましたと。で、Facebook のようなものを作りました。で、多分、逮捕されて終わってると思うんですよね。じゃあ今日本の人たちが使っているコミュニティサイトって、Twitter だったり、Facebook だったり、YouTube だったりっていう、ほぼ外国のサイトなんですよ。日本人がコミュニケーションサイトをやると、そこで起きたトラブルというのは、社長のそいつが悪いとかって言って、その会社を潰そうとしちゃうんですよね。で、そのライブドアっていうサイトが昔うまくいってたんですけど、で、そこも堀江がムカつく、堀江が悪いということになって、そのライブドアというビジネスと堀江がムカつくは関係ないはずなんですけど、堀江がムカつくからライブドアを潰そうぜっていう形になっちゃうんですよ。なので、日本でもしうまくやるのであれば、誰かがやっている事業をやるか、もしくは外国でやるという構造になっちゃうんですよね。で、今もちょうど今日のアベプラのニュースで、ステーブルコインが日本で合法化されますよって話になったんですけど、その仮想通貨みたいな、そのブロックチェーンっていう仕組みって、ネットワーク上にいろんなそのプログラムを動かしている人がいて、中央のサーバーがいないよねっていう仕組みなんですけど、で、あれでその自発的なネットワークでのデータ転送の仕組みっていうのを、大規模な形で成功させたのは、日本で金子さんという人が作ったウィニーが、割と世界ではかなり初に近かったんですけど、カザーとか、そんなには使われなかったけど有名なやつなんですけど、なので、そこのじゃあ、ウィニーの技術っていうのをちゃんと広めていたら、仮想通貨のところのマーケットも取れたかもしれないよねっていうのがあるんですけど、あの当時の日本で、ウィニーの金子さんがそうなるのはおかしいよねとか、ウィニーがバッシングされるのがおかしいよねって言っている人たちは多数派なので、多分同じようなことが起きたとしても同じように多分社会的に潰されたと思うんですよね。なので、日本経済がなんでうまくいってないかっていうので、いろんな論はあるんですけど、経済がうまくいってない理由の大きく、これだよねっていうところで、多分、数字が分かる人が誰も否定しない部分は、IT の企業ででかい会社を日本は作れなかったってことなんですよね。あの、
世界のトップ企業ランキングの上位って今ほとんど IT 企業なんですよ。マイクロソフトとか Google とか Facebook だったりっていう、あと Twitter とかも一応入るのかな、っていうのなんですけど、そこに日本は入れなかったんですよね。で、なんで入れなかったかっていうと、日本は IT 系の企業を潰すっていうのを自発的にやっちゃったんですよ。で、検索エンジンに関しても、検索エンジンが違法になるっていうのがあって、著作権法上の違法、要は、キャッシュを保存して表示するということが違法だよねっていう形で、日本の場合は日本の検索エンジンっていうのを潰しちゃったんですよね。なので、インフォシークとか、グーとか、NTT が作ったグーだったり、楽天グループが作ってるインフォシークだったりっていう検索エンジンもあったんですけど、で、それがもうキャッシュ機能が使えないっていうので、Google を使うことになって、で、Google が日本中の検索エンジンとして使われるようになって、Yahoo Japan もGoogle の検索エンジンを使うようになりましたと。その後 YST とかも一応作ったんですけど、あんま鳴かず飛ばずでしたみたいなのがあったので、なので、自分から IT を潰してしまったっていうところが、日本の経済がうまくいかない理由の一つなんですよね。で、じゃあなんでその IT に投資をしなかったのかっていうと、その高齢者の人が決定権とお金を持ちすぎてる問題っていうのが、多分根本的なところにあって、その、例えばじゃあ、70歳の人が死んで遺産を子供が受け取ると、だいたい40歳代だったりするんですよ。で、40歳代でまとまったお金をもらった場合に、じゃあ新しく起業してみようとか、なんか新しく流行ってる産業に投資してみようとかなるんですけど、日本の場合って、その80後半とか90とかの人が死ぬんですよね。で、80後半の人が死んで、その子供ももう60歳とかなんですよ。なので、そうすると、60歳の人がまとまったお金もらっても、これから起業しようとかならないじゃないですか。とりあえず銀行入れておこうかみたいになっちゃうんですよ。なので、新しいビジネスを若い人がこれやったら儲かるからねって思った時に、まずお金が回ってこない構造に日本になっちゃってるんですよね。で、それは高齢の人がお金を持ってるし、高齢の人がお金をその自分の息子世代に譲らないというのがあるので、結果として高齢者に受けるようなことをひたすらやり続けなければいけないっていうのがあって、で、最近ジャニーズ事務所のジャニーさんが亡くなりましたけど、ジャニーさんも90歳間近とかで、ナベプロの渡辺美樹さんも確か80歳後半でまだ生きてらっしゃるとかで、その芸能界のトップの人ってもう80代とかばっかりなんですよね。でもずっとそのブイブイ言わせているみたいなのがあって、で、じゃあ大企業の方で、そのなんか経団連とか入ってるところの会社の社長さんとかももう70歳とか80歳とかなんですよ。で、その40歳で上場企業の社長やってますみたいな人やっぱ少数派で、そのメディアを作ってる新聞社とかでいくと、鍋常さんがまだやってるよね、確か。読売新聞の、なんかなんとかいいみたいなのやってると思うんですけど、あの人も80代とかなんですよね。要するにその80代の人が現役で権力を持ち続けてると、そうすると50代の人もあと30年待たなきゃいけないじゃないですか。そうすると、その20代の人がこれ面白いよねって言ったものが30代上の50歳に理解されたとしても、その50歳の人が80歳の人を説得するのはやっぱり無理なんですよ。世代2つは超えられないんですよね。そのじゃあ仮想通貨みたいなビットコインみたいなのが流行った時に、このビットコイン流行るよっていうのを気づいた20代がいて、周りに言ったとしても、50代ぐらいは説明できるかもしれないけど、80代に説明して説得するのは無理なんですよね。っていうのがあって、その世代交代ができる国家とできない国家っていうのがだいぶ違っていて、で、その東南アジアがすごい伸びてるよねっていうのって、平均寿命短いんですよ。それがいい悪いは別にしてね。なので、インドも確か平均年齢が20代なんですよね。で、日本の平均年齢が50歳なんですよ。なので、平均年齢で30歳違うんですよ。なので、その20代とかで TikTok 面白いよねっていうのでやってる人たちが TikTok でそれなりになんかバズったりっていうのをやってるところで、そこで50代の人が TikTok バズるとかできるわけないじゃないですか。っていうのがあるので、そのいかにこう若い人たちに権限をこう移籍するか移譲するかというのを構造としてやるためには、やっぱりそのタバコをその日本中どこでも吸えるようにして、そのタバコを吸う人って大体30年ぐらいで死ぬので、なので、タバコを吸いまくって早めに死んでもらうとか、酒を飲みまくって早めに死んでもらうっていうので、その酒とタバコを飲みまくるとか吸いまくるっていう文化があった方が、実はその世代交代が進んでたんじゃないかなっていうのがあるので、なので、タバコというのをもうちょっとこう社会にそのなんか普及させたままだった方がいいんじゃないかなっていう話をしました。はい。
あともう一つその日本の構造で、多分その他の国と違う部分っていうのが、あの、家督を長男が継ぐっていう家族構成の問題が結構大きいんですよね。要するにその、例えばじゃあ農家とかで、その自分の農家を継がせる人を誰にするかっていうのを、お父さんが決める。で、そのお父さんは大抵長男に継がせるっていう構造になってるんですよ、日本の場合は。で、そうすると、その、お父さんがどんなにクソ野郎だったとしても、お父さんの言う理不尽なことに従い続けると、長男はその土地だったり、そのなんか家業だったりというのを受け取ることができるっていうのがあるので、なので正義が何か、正しいとは何かではなく、その、いくら理不尽だろうと、年を取った偉い人に従い続けた方が、結果として得をするよねっていう思想が日本の中に組み込まれちゃってるんですよね。なので、その年取った人で、ある程度権力がある人が理不尽なことを言ったとしても、いやいや、それおかしいっすよって反発する人は少数派で、年を取ってる人は敬うべきだよね。で、偉い人とか今まで通りやってるものは従うべきだよねっていうのが多数派なので、その年取った人が今まで通りやるべきだよ、IT とかっていうのもよくわかんないから後回しでいいよ、俺たちの会社やらなくていいよって言った時に、そうですよねっていう人が多数派になっちゃうんですよ。なので結果として、じゃあその、いやいやいや、年寄りが言っていることっていうのは昔のことで、今は IT で行った方がいいんすよっていうのを言うのは少数派なので、会社だったり組織っていうのもその IT の方に振るっていうのができない。なので保険証も紙のままみたいな感じっていうのが続くのも、その長男が理不尽に従うっていうその家族の構造っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、っていうのを、じゃあ今僕がここで説明して、30年前にどうやったら変えられるかっていうと、なかなか難しいんですよ。要はその日本人が家督を長男に継ぐとか、例えばその、お父さんが母親を殴るとか、子供を殴るとか、当たり前だよねっていうのも日本の文化なんですけど、他の国だと、親でも子供殴るのはアウトだよねってなるんですけど、日本の場合は法律に触れてもいいんですよ、父親は、家庭の中では。要はその家庭の中であれば、人を殴るという傷害罪だったり暴行罪をやったとしても許されるという文化になってるんですよ。なんでそうすると理不尽当たり前だし、DV 当たり前だし、お母さん殴られるの当たり前だよねっていうことになってしまうっていう。なのでそこら辺の文化というのは、なかなかその、なんか30年前に誰か一人が日本に戻ったとしても変えられないんじゃないかなと思いますけど。はい。